中国工商銀行の2023年度決算、その裏側。2024年、世界最大の銀行の一つである。中国工商銀行 ICBC は、その決算報告を発表しました。この報告書は、同行が直面している経済的挑戦と、それにもかかわらず達成した成果に光を当てています。ICBC の純利益は3639億9000万元。約503億7000万ドルに達し、これは前年比でわずか 0.79% の増加ですが、市場予想の3590億元を若干上回る結果でした。中国経済の全体的な低調な動きは、銀行の利益成長を抑える一因となりました。特に不動産市場の冷え込みが影響を及ぼしています。しかし、不良債権比率は1.36% と安定しており、不動産融資における不良債権比率は前年の 6.14% から改善し、5.37% にまで低下しました。これは、経済のあるセクターにおける回復の兆しを示唆しています。しかしながら、純利差や、すなわち収益のマージンは、わずかに縮小しました。これは、9月末時点の 1.67% から 1.61% へと下がり、金融環境の厳しさを物語っています。純利差やの縮小は、利息収入に依存する銀行の収益性にとって重要な指標であり、競争が激化していることを示しています。このような状況の中で、ICBC が前年比わずかながら利益を伸ばせたことは、同行のリスク管理と事業運営の能力の高さを示しています。不動産セクターにおける不良債権比率の改善は、特に注目に値し、経済全体の回復に向けた好ましい兆しとも解釈できます。ICBC の決算は、中国経済全体の状況を反映する鏡のような存在です。全体的な経済成長の鈍化の中でも、特定の分野での改善が見られること、そして、世界最大の銀行が、これらの挑戦の中で、いかにして、堅実な結果を出し続けているか。それが、今回の報告から読み取れる。最も重要なメッセージかもしれません。なんて、そんなわけありません。デフォルト連発の大手不動産。溢れる失業者。政府子会社が買い支える株価。貸し倒れ引き当て金を積んでいるニューヨークコミュニティバンクが、やはり正しいと思えますが、中国の場合は、いかに欺くか。貸し倒れ引き当て金を積みますと、一気に預金を引き出しそうですが、預金が引き出せないように、信用スコアによって、コントロールされています。3ヶ月に1回だけ、預金引き出しの上限を上げる審査があるようですが、上がるかどうかは、わかりません。純利益、7兆6058億円で、非常に儲かっているとは、思いますが、それが正しい数字かどうかは、わかりません。小売が 11.7 兆円を、水増ししていたところです。当たらなければ、どうということはない。小売は、社外監査が現在調べられているところですが、その程度のものかと、その小売の負債も処理されているという話は伝わってきませんし、碧桂園、郵送中国も小売に続いています。不動産不良債権率が 5.37% とは正直思えないのですが、利益は多く、負債は少なく、どこかの時点でもっと多くの情報が出てくると思いますが、それは中国が崩壊してからでないと難しいかもしれません。しかし、爆買いがなくなったことは、世界から見て利益を失うことにもなるのですが、中国の購入は誰かの利益となり、高級ブランドの売上高減少がその答えなのですが、それでも中国の銀行は儲かっているそうです。多くの税金を払えばいいと思いますが、預金者が簡単に引き出せなくなっているという情報も入っています。どうして預金の流出を抑える必要があるのでしょうね。預金が使われてこそ経済が回るはずなのに、アメリカでも預金額が減っているそうですが、当動画は
中国の一連の衰退をまとめていますので、他の動画を見ても、現状がわかるようになっています。ぜひご覧ください。一貫しているのは、どこで儲けているのということですが、BYD の挑戦、価格競争と利益率のジレンマ。中国の電気自動車 EV 市場は、その巨大な規模と、急速な成長にもかかわらず、非常に不安定な時期を迎えています。この不安定さは、特に中国の EV 大手、BYD の2023年第4四半期の決算報告から明らかになりました。同社の純利益は、2022年第1四半期以来の最低増益率である 18.6% 増の86億7000万元、約12億ドルを記録しました。この数字は、中国 EV 市場における価格競争の激化と販売の失速を反映しています。BYD は、2023年通期で見ると、純利益が 80.7% という著しい増加を遂げ、300億4000万元に到達しました。この成長は注目に値しますが、第4四半期の成果は、市場の厳しい環境を浮き彫りにしています。BYD は、EV 販売で、米国のテスラを抜き、世界首位に立った後、さらなる値下げによって、その地位を固めようとしています。例えば、EV セダン、シールの新モデルは、先代モデルよりも 5.3% 安い価格で設定されました。しかし、これらの値下げ戦略は、必然的に利益率の低下を引き起こします。コンサルティング会社グローバルデータの中国市場予測責任者、ジョンツェン氏は、一連の値引きで利益率の低下は避けられないと指摘しています。それでも、BYD の強力なコスト管理と高価格帯 EV の輸出増により、値引きの影響がほぼ相殺される可能性があるとの見解を示しています。同社の2023年の輸出台数は24万台を超え、世界販売の約 8% を占めました。BYD の戦略は、中国経済の不透明さと、EV 市場における激しい競争を背景に、大胆かつ繊細なバランスを要求されています。価格競争による市場シェアの拡大と、利益率の維持という2つの目標を同時に追求することは、困難を極めます。BYD の取り組みは、中国の EV 産業が直面する広範な課題を象徴しており、同社の未来は、中国経済全体の動向と密接に関連しています。不安定な経済情勢の中、BYD がどのようにして、これらの課題を乗り越え、持続可能な成長を実現できるかが注目されます。12億ドル、1812億円の純利益ですね。23年は6008億円の純利益。トヨタの純利益は3兆9500億円予想です。BYD は、純利益率が低いと聞いています。以前、他の中国 EV メーカーを調べたときは、赤字でしたが、BYD が値下げ販売なんてしたら、他の中国 EV メーカーは、潰れてしまうんじゃないかな。アメリカが関税をかける話も出ていますし、中国は、これ以上消費が上がるはずもなく、仕事もなくて、給料未払いで、住宅価格も下がって、ローン返済に追われて、高級ブランドが買えなくなって、3元ショップが流行って、安い防寒軍服が売れている。株価の買い支えが、どこまで続くかはわかりませんが、資産の 60% を占める不動産が支えられなくなって、5% を占める株価を買い支えている途中です。もう当分、インフレはやってこないと思われます。シノペックの2023年決算と中国経済の影響。中国国有の石油大手、中国石油加工集団シノペックが最近、2023年の決算を発表しました。この報告によると、純利益は605億元83億7000万ドルで、前年比で 9.9% の減少を記録しました。この減少は、石油・ガス価格の下落によるものですが、燃料需要の回復が、いくらかの支えとなりました。2022年に、新型コロナウイルス対策の影響で燃料と、
化学製品の需要が打撃を受け、純利益が 6.9% 減少したことに比べると、2023年の状況はやや悪化しています。しかし、航空機の利用増加と中国国内での自動車の利用増加に伴い、航空燃料とガソリンの需要がパンデミック後の回復を牽引しました。具体的には、ガソリンとディーゼル燃料の売上高は、それぞれ 14.3% と 6.4% 増加し、航空燃料の売上高は 49.5% 増加しました。2023年の原油生産量は、2023年の2億8023万バレルから、2億7906万バレルへとわずかに減少しましたが、天然ガスの生産量は昨年の1兆2920億立方フィートから1兆3800億立方フィートへと増加しました。これはエネルギー生産において天然ガスへのシフトを示唆しています。しかし、石油化学事業は依然として苦戦しており、化学繊維とプラスチックの売上高が 1.8% 減少しました。設備投資に関しては、シノペックは2024年に、探査・開発に1730億元を投資する計画で、これは2023年の1768億元からわずかに減少しています。この投資計画は、長期的な成長とエネルギー安全の確保に向けた、同社の意思を反映していると言えるでしょう。シノペックの決算報告は、中国経済の現状を如実に反映しています。エネルギー価格の変動、新型コロナウイルスの影響からの回復、そして持続可能なエネルギー源へのシフトは、中国経済の不安定さと、その回復過程の複雑さを示しています。これらの要因は、シノペックだけでなく、中国経済全体における今後の展開に大きな影響を与えるでしょう。純利益は1兆2638億円ですね。9.9% の減少。GDP は 5.2% 上がっているのに、電力の元となる原油の純利益が下がっているのですね。不思議なこと。原油価格は、現在も WTI で80ドル付近で、安くはなっていませんよ。不思議なものです。コロナで閉鎖があった時よりも、さらに減っているということはどういうことでしょう。ただ、私は、それでも、この数字を信じているわけではありません。利益は高く、損益は低く。それが中国の基本だと思っています。地方政府ですら、そうするのですから。さて、何が成長しているのでしょうか。一帯一路構想下の履行を満たす東南アジア事業の現状。中国が提唱する一帯一路構想は、その壮大なビジョンと経済的な影響力を背景に、世界中で注目を集めてきました。この構想の下、中国は多くの国々、特に東南アジア諸国に対して、巨大なインフラ開発事業への支援を約束しています。しかし、オーストラリアのシンクタンク、ローウィー国際政策研究所が公表した調査報告書によると、2015年から2021年にかけて約束された支出のうち、実際に履行されたのは、わずか 35% にとどまりました。具体的には、約束された843億米ドル、約12兆8000億円のうち、実際に支出されたのは296億米ドル、約4兆5000億円だけであり、履行未達額は547億米ドル、約8兆3000億円に上ります。この履行未達は、東南アジアで計画されていた、タイやフィリピンの鉄道建設、マレーシアのパイプライン敷設など、いくつかのプロジェクトの中止や規模縮小によるものです。この事態は、中国の経済外交と地域内での影響力拡大に向けた戦略に疑問を投げかけると同時に、一帯一路構想自体の実行可能性に関する重要な議論を促しています。一帯一路構想が直面しているこのような挑戦は、中国経済の不安定さとも密接に関連しています。資金提供の約束が果たされなかった背景には、中国国内の経済的プレッシャー、プロジェクトの実行における困難、また、受け入れ国側の政治的、経済的な変化など、
複数の要因が絡み合っている可能性があります。これらの事業の遅延や中止は、受け入れ国におけるインフラ整備の遅れをもたらし、経済発展に向けた機会の損失につながっています。この報告書は、一帯一路構想に関する中国のアプローチに再考を促すものであり、より実行可能で持続可能な協力関係の構築が求められています。また、中国自身の経済的、政治的課題の解決にも焦点を当て、より透明で責任ある国際関係の推進が必要です。中国が成長しているのならば、お金を出してはと思うのですが、これが全てを物語っていますね。出せないのでしょうね。そんなのお金があれば、元安を防ぐために、ドルを使いたいでしょうし、株価を買い支えたい。融資平台のデフォルトを防ぎたい。海外のプロジェクトも中国企業に受注させて、それができそうにないものは、中国だけが持っている AIIB の拒否権を発動して、他国の利益にならないようにいくらでもできてしまう。出資比率で中国のみ拒否が発動できるようにしています。断崖絶壁に向かうバスに乗った結果が、如実に現れています。イタリアも離脱。必死に煽っていたマスコミが、アジアインフラ投資銀行の現状について、語ることはあるのでしょうか。本日の動画はいかがだったでしょうか。お気に召しましたら、高評価、登録とベルの通知もよろしくお願いします。